劣化したハンドドリルのニッケル水素充電電池を交換してみた。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。これは随分長いこと愛用しているハンドドリル EZ6040 です。定格電圧は DC4.8V です。最新式のドリルと比べると低電圧なのでトルクや回転数は劣りますが、私には十分なパフォーマンスです。パフォーマンスアップの一つはこのチャックを2021年 DIY で 10mm から 13mm に交換したことです。その結果 10mm を超えるキリが使えるようになり、使い勝手がとても良くなったのです。チャックの交換方法は説明欄のリンクから別動画をどうぞご視聴ください。今回は3回目となりますが、劣化自然放電に伴う電池交換を試みます。高度な作業ではありませんが、興味のある方はどうぞ最後までご視聴ください。充電電池の紹介。当初はこの厚紙包装タイプで耐熱十分なものでした。今回も使用するバッテリーはこの高容量タイプを選んでいます。ケースの開封と状況の確認。ケーシングを開けて中を確認します。ケースは6点でビス止めされているだけです。サイズナンバー1のドライバーでビスを順次緩めます。中はシンプルな作りで、充電電池はたまたまネットで見つけた容量 1.2V3000mAh のものです。充電すると電圧は上がりますが、おそらくは劣化のため自然放電が発生するのです。結果充電後放置していると電圧が下がってしまうのです。充電すると定格 4.8V がこんな感じです。今回は前回同様ではなく、気になった点も改善しながら作業することにします。リードが細いため電池の接続点に厚紙を貼っていますが、結果その場所がこんな感じになっています。なので今回はリードの厚みを補強します。方法は外した電池のリードを貼り合わせてダブルの厚みにします。そうするとわずかに電池の全長が変わるので、収納スペースを 1mm ほど削ります。電池の上部はスペースがあるので可能だと思います。それでは作業を始めます。作業開始。新しい電池です。2個は在庫で同じリード、2個はリードが改良された新しいものです。電池容量は前回同様 1.2V3000mAh です。大きさは前述の通り 43mm×22.5 杯です。リードが太いものに改良されています。電池の被覆はリードの下も覆っていますが、このままリードにハンダを上げると溶けてしまいます。特にプラス側は当然ショートしますので十分な配慮が必要です。注意点はこの薄い被覆を損傷させないことです。購入時のものは厚紙包装だったのです。これら新しい電池を季節と同じように組んでいきます。まずは2個直列接続したものを2セット作ります。長さを同じにするためリードの違うもの同士を組み合わせます。これがリードの細い方で、この後太く加工します。
こんな感じで作ったら 13mm 段違いにして組み立てます。電池を型から外します。電池はこんな感じでただ組んで型に置いてあるだけです。これは充電用の配線です。電池は2個ずつ組んだらさらにその4個を直列に接続します。それで電圧は 1.2×4 で 4.8V になります。新しい方のリードを採寸します。数値は 0.2×7.9 で 1.58 スケアです。リードの細い方は少なくともこれと同等の数値にしたいのです。電池の取り出し。コテを使って接続を開放して電池を取り出します。中間はつながっているだけなのでプラスとマイナスをプラスから開放します。プラス側は被覆が溶けぬよう小手先がマイナスに触れぬよう配慮します。取れました。充電池タブの在庫が切れていたので外した電池のタブを再利用します。スポット溶接を引き剥がすだけです。この細いタブにもう1枚貼って太く補強します。厚紙で遮熱ジグを作って使います。こんな感じです。外装緑はとても薄いので特にプラス側は熱変形させないようにします。プラスのすぐ外側はマイナスでその薄い被覆に覆われているだけなのです。それを溶かさないように作業します。リードを浮かせてさらに遮熱しているので安心です。養生して剥ぎ取ったリードを貼り合わせてダブルにします。貼り合わせるためにリード全体にハンダを乗せます。これくらいで良いでしょう。貼り合わせるリード側もハンダを乗せます。これくらいで良いでしょう。これらを貼り合わせます。電池の接続。電池を直列にしたものを2本作ってまずマイナスを接続してプラスも接続します。この時点でまだ中間は接続していません。もう1本のプラス線位置を調整したらそのプラスを接続します。成形してチューブをかぶせます。できました。癖を直しています。マイナスとプラスの熱収縮チューブを収縮させます。電池の向きを調整します。トリガーの位置ともう1列の電池も調整します。最後にここをハンダで接続するので
外した電池の厚紙で遮熱保護します。電池から外した極性表示を貼り付けているだけです。リード同士をハンダで接続します。余分な養生を外します。リードが太くなった分、電池が長くなりましたが収まりました。電線で行えばもっと熱くなったことでしょう。内部の状況と配線接続を確認します。問題ないようです。少し内部を清掃します。中はあまり汚れていませんが、めったに機会がないので行います。ケースの復旧と確認。終わりましたのでケースを戻します。電池の収まりを見ながら蓋を閉じます。厚紙がケースにかかるので、それを処理しながら蓋を閉じます。あとは最初のようにビスを6点閉じるだけです。各面の収まりを見ながら順次閉じていきます。均等になっていれば閉じ合わせがきれいです。ビデオの冒頭と比べると音の違いがお分かりでしょうか。ここまで使い込みましたが、この部分にクラックがあるので寿命は近そうです。交換した電池は適切に処分します。電池のデータシートを探しましたが、残念ながら確認できませんでした。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。